I taught you. こんにちは、たつまるです。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回の動画は無課金・美課金者向けの育成論を紹介します。効率的な育成方法と遠征戦闘イベントでの活躍方法がわかります。お得に育成したい、無課金でも活躍したいという方は最後までお見逃しなく。またメンバーシップでは個別の育成相談、プレゼント企画を実施します。ぜひご参加ください。攻略動画も見逃さないためにチャンネル登録よろしくね。今回の動画ははじめに育成方針について、具体的な育成方法、育成の流れ、まとめの順で解説していきます。まずはじめに育成論の注意点について説明します。このゲームの性質上、重課金クラスに個人で勝つことは残念ながらできません。ただ無課金クラスにも同盟イベントで活躍することは可能です。この育成論は効率強化、早期活躍を追い求めたものです。息苦しくなってしまいモチベーションが下がっては元も子もありません。楽しくゲームを続ける、これが一番です。それでは今回の育成方針について説明します。無課金クラスの育成方針は獲得資源量の最大化と兵士育成特化です。目標は無課金クラスでも遠征戦闘イベントで活躍するです。そのために兵士育成特化を推奨したいですが、実は初めから兵士育成特化をしても最前線で活躍することはできません。なぜなら加速・歌唱など兵士強化に必要な資源が特化しても足りないからです。ですのでまずはじめに優先することは獲得資源量の最大化となります。ゲーム内で獲得できる資源量を増やすことに注力し、兵士育成特化ができる土台をまずは作りましょう。そもそもなぜ兵士育成特化なのか、こちらから説明していきます。フォアサバの戦闘イベントでは集結して施設を獲得、駐屯して防衛を繰り返すシステムです。高レベルの兵士をより多く参加させること、これが勝利の鍵となるわけです。複数の集結、複数の駐屯施設があり、多くの高レベル兵士が必要となってくるわけですね。兵士レベルがどのように影響するのかについてですが、兵士一人一人には兵士ごとにステータスが設定されています。こちらの例は弓兵ですね。兵士はレベルアップするごとにステータスが高くなります。そのステータスに対してバフ効果がかかる仕組みです。兵士ステータスが高いほどバフ効果の補正値も比例して高くなるといったわけです。また集結時には100万人以上同士の戦闘となり、より大きく影響されるわけですね。次は獲得資源最大化について説明します。無課金・美課金レベルでは兵士育成にのみ注力したところで、最高レベルの兵士育成には歌唱・加速・資源が不足し、完成させること自体困難です。兵士育成を特化する目的は変わりませんが、最初に獲得資源量を増やすことに注力した結果、早期に強力な兵士育成ができるといったわけですね。次は具体的な育成方法について解説していきます。サーバー開始時期ごとに分けて紹介するので、育成目安にしてください。開始から69日前後までは溶鉱炉レベルアップに必要な施設だけを優先強化してください。溶鉱炉レベル30に到達すると情報で歌唱が獲得できるようになります。
早期獲得できた人、そうでない人。今後の過小建設に影響してきますね。もちろん前者が強く、後者は弱いです。この溶鉱炉強化にも重要な科学研究ですが、発展、経済のみを集中育成してください。戦闘系は後回しで問題ありません。発展の中で特に重要となるのが、今後の研究速度を上げる機材改良と、建設速度を上げる工具改良です。また、経済系は基本的には上から順に研究し、不足気味の資源を優先強化していきましょう。この研究方法が溶鉱炉30を目指す上での鍵となるわけですね。次は英雄についてです。基本的に英雄課金はやめましょう。再試系英雄4人の遠征スキルをマックスに上げる。領主体力消費を減少させる。ジーナの獲得。課金するならジンマンがおすすめとなります。最後に不足しやすい資源を見ていきましょう。このグラフは視覚化しイメージしやすくしたものです。早く溶鉱炉弊社を30レベルにするためにも、建造研究速度の上昇、基本資源獲得量をいかに早く増加させられるかがとても重要な時期となりますね。この後この不足しやすい資源のバランスも変わってきて、なぜ優先したかが分かってきます。もし今後も長くフォアサバをやる方であれば、永久的に無料で建設部隊を雇える建造隊列パックと、行軍数を1部隊永久的に解放できる行軍隊列パックはぜひとも欲しいパックとなりますね。次は過小時代突入から戦争学園解放までの育成方法です。ここから本格的に兵士育成特化を始めることができます。弊社のレベルアップに必要な施設を集中的に強化していき、いち早く高レベル兵士を作成していきましょう。司令部や軍衣装を後回しにすることで過小を有効活用できますね。まずは FC3T10 を目指して強化していきましょう。過小化した兵士には盾、槍、弓それぞれ兵士スキルが解放されます。初めて追加されるのが FC3 からです。この追加スキルは兵士性能を大幅強化するので、目標として育成していきましょう。また FC5 になるとスキルがレベルアップします。この期間内で到達できるのが理想的ですね。次は英雄についてです。ラッキールーレットキャラを中心に育成しましょう。かけらに余力がある場合は第一遠征スキルが強力な参加英雄を育成してみましょう。また150日前後 FC5 登場時期には諸行学園が開放され、多種多様な専門家と出会いサポートしてくれるようになります。中でも生産系専門家は獲得量増加をする上で重要な項目と言えますね。詳しくはこれらの動画を参考にしてくださいね。辰丸が普段から資源獲得量増加を特に重視しているのがより深くわかります。最後は不足しやすい資源についてです。過小時代に突入したことにより高レベル兵士の育成に過小が必要となってきました。これまでに強化した施設や行軍隊列の増加、イベント数の増加などにより加速、基本資源はやや余裕ができてくる時期という意味合いになります。過小不足での建設ストップが過小3、過小5とレベルが高くなるにつれてより多くなるわけですね。ここでようやく過小時代突入までに資源獲得量増加に注力した2つの意味合いがわかります。1つ目は早期に基本資源を増加できたこと、2つ目はサーバーが進むごとに基本資源不足、加速不足での
建設待機が少なくなり、強化効果が薄れる前に有効活用できたことにありますね。次は戦争学園解放後からです。 T11 兵士の作成が可能となり、兵士特化をする上でぜひ解放しておきたい項目です。まずは盾、槍、弓の順で1兵士ずつ解放しましょう。また解放時は資源消費量も忘れずに強化してください。330日前後からは FC8 と精錬実験室が解放され、箇所を精錬することができるようになります。毎日1回だけ精錬し、 T11 と FC8 の並行育成をしていきましょう。また T11 や精錬箇所についてより詳しく知りたい方はこれらの動画を参考にしてください。それでは兵士育成特化をする上でぜひとも課金しておきたいパックを紹介します。重要なことなので注意点から言いますと、サーバー進捗度でパックの内容が増減します。また動画投稿時点での内容ですので、最終的な購入は自己判断でお願いします。まずは歌唱微粒子と歌唱ウィークリーパックです。宮の占いイベントも期待値は高いですが、上振れ下振れも激しいため、試行回数が少ない微課金クラスには安定性のあるこちらをおすすめします。次は生徒の秘宝ですね。このパックは1回の購入で3200円と少し躊躇してしまう値段ですが、実は週換算だと800円です。ここまでの動画で歌唱時代からは歌唱との戦いと分かってもらえたと思います。その上で微粒子歌唱が大量獲得できる生徒の秘宝は兵士育成特化をする上で最強パックと言えますね。378日前後からは FC10 が解放されますが、基本的にやることは同じです。ただ必要な精錬歌唱の量は大幅増加しますので、精錬回数にはより気をつけましょう。また現時点での導入日は未定ですが、 T12 の解放時期に3兵士の解放が間に合っていない場合がありますが、焦らず順に解放していきましょう。まとめに入ります。無課金クラスが遠征戦闘イベントで活躍するには強力な兵士がたくさん必要なことを説明しました。上の図のように初めから兵士育成特化をできるわけではなく、資源量を増やす時期、兵士育成特化開始と同時に行う時期、兵士育成特化時期と分ける重要性について解説しました。このように集結参加者として強力な兵士を送れるようになるわけですね。残念ながら出遅れた人もいると思いますが、今後無料獲得できる資源を増やす意識を持つことで挽回は可能です。最後は英雄についてです。速攻性が高く素早く戦力を上げれる英雄ですが、無課金クラスだと基本的には課金はおすすめできません。フォアサバにおいて環境変化は起こりますが、その多くが英雄起因のものばかりです。アップデなどでスキルが改変されたり不安定な項目と言えます。詳しくは次回の集結リーダー向き育成論での紹介となります。しかし兵士の使用改変はゲームの仕組み自体を変える必要があり、安定的で無課金クラス向きと言えますね。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。